結構これもパースがきつくなっちゃうんで、気持ちよく見れるぐらいの嘘をついてちょっとパースを微調整しながら。よろしくお願いします。毎度です。またひろいさんが来てます。どうも。今日はアドバイス動画なんですけど、パッと見てどうですか？ピアノにパースがついてるのにキャラにパースがついてない。なんか上手に書いたけど、やっぱ同じパースじゃないとなんか同じ場所に配置してない。鍵盤の位置が胸と同じ高さだけど、これ弾きにくいでしょ。でも上手にカメラを向いて弾いてますね。達人なのか。じゃあ書いていただけますか？はい。じゃあお願いします。まずはキャラ、ピアノを見せるわけじゃなくてキャラを見せるわけだから、そうですね。キャラの位置を決めていかないと、ざっくりとこんなぐらいの位置かなぐらいでいいと思うんですけど。で一番最初にキャラクターのパースとピアノのパースは違うって言ってましたが、どうやって分かったんですか？このキャラの腰のスカートの線を見れば、この場合俯瞰になるでしょ。そうだね。こんな感じになるじゃないですか。ウエスト描くとしたら一直線だから。そうか。ピアノは俯瞰になってるのにキャラクターはなんか真正面っていう感じ。そうですね。なんとなくなんか困ってることが分かる。キャラクターを描いてこういう風に俯瞰でそのピアノのどうやって高さの位置を調整合わせるんですか？だいたいね、キャラの位置を決めちゃってから、はい、カメラをね、自分のカメラの位置をどこに決めるかっていうのを想像しながら、はい、あんまりね下に持ってくるとキャラの顔自体パースがきつくなっちゃうし、っていうのを考えながら、はい、ここら辺がいいんでないのっていう、はい、判断のもとに書いてますけど。じゃあアイレベルは肩くらいの高さにして、ピアノのどういうところを調整すればちゃんとウエストのところに来る？そうだな。弾きやすいね、高さってあるじゃないですか。そうですね。それを横から見て、こんぐらいだなっていうね、簡単な図でいいから書いてみて、それでこのパースだったらこう書かないとダメだよねって判断しながら書くのもいいし。じゃあ例えばキャラクターの今のウエストの高さから線を引いてピアノまでなんかのレベルのなんかそういう風に合わせてますか？そうですね。鍵盤の高さ、体の正面に来るのはこれぐらいかなとは思っちゃってるんですけど、それぐらいの高さの方が弾きやすいのかな。となると鍵盤もうちょっと奥に持っていかないと真ん中に座ってられないから、結構これもパースがきつくなっちゃうんで、そこら辺は嘘をついて気持ちよく見れるぐらいの嘘をついて書いちゃって全然構わないから。やっぱなんか横から書くなら高さが上手に選べるけど、少しだけでも俯瞰になると天板の高さとか結構みんな困りますよね。ちょっとパースを微調整しながら、こんなんでどうかなとかやっていくのもよし。ツイッター見るとほとんどみんな書いてるのがキャラクターだけですね。それの方がパースが狂ってても気づかない。皆さん車に乗ってる人間なんか書きたくもないんだろうけどそこら辺はもう慣れてても結構ね辛いものがあるから手で軽くパース決めたら、その後は定規で直してますかね。そう、フリーハンドだとどうしても言われちゃうから定規があった方がこういう場合は。そうですね。
で、ピアノのまっすぐになってるところがだいたい全部消失点に集まるように。やっぱこのイルセさんがよく挑戦してみましたね。そのキャラクタープラス背景プラス道具プラスちゃんと手を描いたことプラスパースを使って書くこと、すごいいろんな挑戦が入っているんで、基本的になんか色の付け方とかキャラクターの描き方はすごいピアノ特にどうやって書いたかわからないんですけど、その上にパースの合わせ方、木野井さんが最初に直してくれたところがそのパースですね。ちゃんとキャラクターとピアノは同じパースに乗ってる感じ、同じパースに乗ってるためにアイレベルは一番大事だったんですか？まあキャラクターはメインだから、キャラクターはある程度ポジションを決めて、でそれでアイレベル決めて、でピアノを合わせてちゃんとなんか変なポーズにならないように腕と手の調整とかしながら絵が描けました。私にとって一番難しく見えたところがピアノの天板の高さの調整。ああ、そうですよね。キャラクターはどういう風に配置したらちゃんと低いように見えるか。まあある程度リズムでね、理由をつけてやっていけばそれっぽい絵にはなるから、あとはどれくらい嘘を織り交ぜて描いていくか。みんなこのアドバイス動画シリーズの中でいっぱいあるので、プレイリストをぜひ見てください。あとはチャンネルの登録お願いします。いいねボタンも押してください。あとコメント待っています。じゃあ今日日野井さんありがとうございました。バイバイ。はい、お達者でーす。